オマイ風へ。ドラパが熱狂。たった一人の日本人が海外の現場で何を起こした？数万人が日本語で合唱。Who is he？の連呼 SNS の同時爆発。この動画では第3章フェスの現場の熱狂を6分20秒で、第4章ヨーロッパがどう動いたかは3分48秒で最短でお届けします。この動画は通学や通勤中、家事中でも OK、 耳だけで終えます。見る前に質問。あなたが驚いた瞬間オーマイ風を視聴後にコメントで教えてね。本編に入る前にチャンネル登録をいただけるととても感謝感激です。応援よろしくお願いいたします。それでは本編へ。第3章フェスティバル制覇ロラパルーザ2025。風は魔法だ。現地熱狂レポート。藤井風は現地時間2025年7月31日から8月3日にかけてアメリカ・シカゴのグラントパークで開催された音楽界の頂点ともいえる音楽フェスティバルロラパルーザ2025に出演を果たしました。このショーではシカゴのグラントパークで繰り広げられた歴史的パフォーマンスと現地での反応を詳しくレポートしていきます。ロラパルーザ2025出演の衝撃。アメリカ最大級の音楽フェスティバルロラパルーザ2025のラインナップが発表された時、音楽業界は震撼しました。ヘッドライナーにはタイラー・ザ・クリエイター、ドージャ・キャットが並び、その中に藤井風の名前が刻まれていたのです。ローリングストーン誌はフェスティバル特集で藤井風プレマに向け準備。土曜日の彼のカリスマ的パフォーマンスはなぜ彼がチャート首位の成功を収めたかを明らかにした。現地到着からパフォーマンス。8月2日会場に到着した藤井風を出迎えたのは約500人のアメリカ人ファンたちでした。シカゴ在住のファン看護師27歳。彼を迎えるためだけに仕事を休んだ。これは歴史的瞬間よ。リハーサルでの驚愕。非公開リハーサルに参加したフェスティバル関係者たちは藤井風のパフォーマンスに圧倒されました。ロラパルーザの音響監督。このフェスティバルを15年やっているがあんな音は聞いたことがない。彼のボーカルコントロールはまさに別世界的だ。本番パフォーマンスの詳細。8月2日土曜日17時30分から18時30分、ティトスハンドメイドウォッカステージでパフォーマンスを実施。多くの観客を魅了しました。セットリストとパフォーマンスを紹介します。祭り三つ目サングラスで登場し、始まりを飾る曲として演奏されました。なんなんスイングジャズ風にアレンジされて演奏されました。花メンバー紹介を挟んで演奏されました。キラリライブの定番曲の一つで会場を盛り上げました。メアリー・ジェーンオールナイトロング。メアリー・ジェーブリッジの同名曲のカバーバージョンです。ワーキンハードサックスがフィーチャーされビジュアル映像と共演されました。ラムハンドマイクでダンスをしながら歌唱されました。ラブライクリス新曲として披露されました。死ぬのがいいわ新ビジュアル映像とともに多くの観客の心に響く演奏が展開されました。ハチ公ハンドマイクでダンスしながら歌唱されライブの最後を飾りました。ライブ後にはインタビューも受けています。藤井風×ザ・フレットショー。地元シカゴの朝の人気ラジオ番組のバックステージインタビュー。パフォーマンスどうだった？手応えは汗だくです。最高のエネルギーでした。観客の皆さんがすごかった。本当にクレイジーでした。みんな燃えてましたね。またウェブマガジンペーパーのインタビューではこのように語ってくれました。今日ロラパルーザで演奏してみてどうでしたか？皆さんのエネルギーが最高でした。皆さんとても親切で温かく迎え入れられていると感じました。光栄です。今ファンがライブで一番楽しんでいる曲は何ですか？おそらくハチ公ですね。この曲を演奏した時皆さんのエネルギーが溢れ出ていました。あの感覚が気に入りました。これらフェス終了後のインタビュー全部翻訳版も次回以降でお届けします。新着通知が届くよう登録をお願いします。観客の生の反応、フェスティバル参加者の声をご紹介します。シカゴ出身の大学生21歳。タイラーを見に来たが風に心を奪われた。ロラパルーザでこんな体験は初めてだ。ニューヨークから参加した音楽教師34歳。死ぬのがいいわよ演奏した時観客全員が日本語で一緒に歌った。魔法的だった。ロサンゼルスから来た音楽プロデューサー35歳。これは魔法だ。言葉を介さずにアメリカの観客とここまでつながるアーティストは見たことがない。メディアの現地レポート。各メディアも現地から詳細なレポートを送りました。ソーシャルメディアでの反応。パフォーマンス中と終了直後ソーシャルメディアでは藤井風関連の投稿が爆発
的に増加しました。藤井風はアメリカの X トレンドに入りました。人気 TikToker フォロワー280万人。みんな藤井風を今すぐチェックすべき。この男は45分で私の人生を変えた。この投稿は6時間で500万回再生され80万いいねを獲得しました。音楽業界関係者の反応。フェスティバル会場には多くの音楽業界関係者がいました。大手レコードレーベル A&R 担当者。ここにいる大手レーベルの代表者全員が風について話している。彼はこのフェスティバルのブレイクアウトスターだ。101.9 ザミックスのラジオ DJ20 年ラジオをやっている。曲を聴けばわかる。藤井風はビッグになるよ。他のフェスティバルアウトサイドランズ2025出演。続いて8月8日サンフランシスコのゴールデンゲート公園で開催されたアウトサイドランズ2025への出演も実現しました。メロディックマガジンはアウトサイドランズでの必見アーティスト5組の筆頭に藤井風を挙げ、ロラパルーザでの素晴らしいパフォーマンスの後、日本のシンガー藤井風はサンフランシスコでもファンを魅了しました。モントロージャズフェスティバル2025 7月14日スイスのモントルージャズフェスティバルでも圧巻のパフォーマンスを披露しました。スイスの主要新聞。藤井風はスイスの観客を魅了した28歳の日本人は1時間のセットを披露し、自身の楽曲未発表曲、そしてエイミー・ワインハウスのカバーまで織り交ぜた。これらフェスティバルでの成功を受け、世界各地の主要フェスティバルからオファーが殺到しています。コーチェラミュージックフェスティバルディレクター。すでにコーチェラ2026の出演は決定した。風はジャスティン・ビーバーの出演日である4月11日と18日に登場する。藤井風は私たちの多様なラインナップに完璧にフィットする。 SNS 上では多くの投稿動画が拡散しています。フェスで生まれた熱はその後海を越えヨーロッパにも大きな衝撃を与えました。次はロンドンとパリの現場の証言へ3分48秒でサクッと詳しく見ていきましょう。第4章、ヨーロッパ旋風。ロンドン、パリ、ベルリン、販売の奇跡。ユーロの会場で起きたのは Who is he? 誰だの大合唱。本物かどうか現地の声で確かめよう。2025年7月藤井風は初のヨーロッパツアーを開催。その結果は音楽業界の常識を完全に覆すものでした。このショーではヨーロッパ各国での熱狂的な反応と現地メディアやファンの生の声を詳しくお伝えしていきます。ロンドン公演の奇跡。2025年7月6日と7日にロンドンの O2 シュパーズブッシュエンパイアで2公演を開催。いずれもソールドアウトとなりました。これは日本人ソロアーティストとして史上初の快挙でした。イギリスの音楽メディアは現地リポートで Many describe Kaze's music as fresh yet familiar, and this show made that clear in a very literal sense. 多くの人が風の音楽を新鮮でありながら親しみやすいと表現しているが、このショーはそれを文字通り明確に示した。ロンドン公演の参加者からも非常に印象的だったとの感想が寄せられています。マンチェスター出身でロンドンに住むエンジニア29歳は19年間様々なアーティストのライブに通ったが、今夜ほど声だけで涙を流したことはない。藤井風の歌声は言語や文化を完全に超越している。この投稿は X で48時間で2万回以上リツイートされました。パリ公演での感動エピソード。7月10日オランピア劇場で行われたパリ公演では藤井風がフランス語で挨拶したことで会場は大きな歓声に包まれました。スイスのニュースサイトはモントルージャズフェスカジノステージでの藤井風の公演について、藤井風がカジノの観客を魅了と報じました。パリ在住の音楽評論家藤井風はカジノの観客を魅了した。彼はユニークなアーティストだ。パリ公演に参加した現地ファンの声。フランス人大学生22歳。日本語は理解できないが藤井風が歌うと涙が出る。音楽に翻訳は必要ない。感情がそのまま心に届くと感動の声が数多く寄せられています。ベルリン公演の熱狂。EU ツアー初日の7月1日アドミラルスパラス会場で行われたベルリン公演では同様の熱狂が起こりました。ドイツの一般ファンの投稿では感情と技術の融合が完璧との声が見られました。ベルリン在住の音楽プロデューサー
彼の音楽は感情と技術の完璧な融合だ。ドイツ人ファンのエンジニア、35歳。普段はクラシック音楽しか聴かないが、藤井風には完全に感動させられた。アムステルダム公演。7月12日、オランダ・ロッテルダムではノースシージャズフェスティバルに出演。オランダ王室の関係者も観覧に訪れ、大きな話題となりました。オランダの音楽メディア、藤井風はなぜ J-POP が世界を征服しているかを示したオランダ人ファンのデザイナー。28歳。彼のピアノスキルとその歌声の組み合わせはまさに世界的だとの声を寄せています。各国メディアの総評。ヨーロッパツアー終了後、各国の主要メディアが総括記事を掲載しました。海外主要紙、藤井風のヨーロッパツアーは真の芸術性が全ての境界を超越することを証明した。国際ポップの高度を再定義する音楽現象。藤井風はグローバル化した音楽世界での新生性の機能を示していると報じています。ファンコミュニティの成長。ヨーロッパツアーをきっかけに各国でファンコミュニティが急速に成長しました。レディット R 藤井風のヨーロッパ支部モデレーター。ヨーロッパツアーが全てを変えた。私たちのコミュニティはわずか2ヶ月で500人から1万5000人に成長した。このヨーロッパでの成功はアジア太平洋地域のファンたちにも大きな影響を与えました。次回予告。次回第5章ではアジア太平洋地域での藤井風人気はまさに爆発的。東南アジア、オセアニア、そしてインドでの驚愕の反応を、そして第6章では SNS のリアクターたちについて切り抜き、翻訳、ダンス、カバー、誰がどう広げた、答え合わせは次回の10分動画で詳しくサクッと分析していきます。いいねとチャンネル登録をいただけると次回の動画の通知が届きますので、ぜひあなたのオーマイ風もコメントで教えてね。最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。